はい、今日は、太巻きの作り方です。用意するもの、卵、カニ、これかんぴょう、しいたけ、きゅうり、エビ。これはおぼろっていうのはなんていうんだ、エビのすり身をこういると粉状になるんですけど、今日そこまでいってないで、巻くんであんまりパラパラにしないで、ちょっと粘り気残したまま仕上げてます。とガリですよね。この辺巻いていけばいいのかなと。材料を切っていきます。巻く大きさに切っていくんですよね。こんな感じでこうなんていうのかな、断面がこっち向きになるんで、こっち向きがしっかり綺麗な四角になってたりすると、綺麗に巻けますんで、カニだとかそういうのはブツブツっと切っちゃって大丈夫ですね。あとエビなんかは開いてあげて、背わたが残ってれば背わたを掃除してあげると、残ってなければそのまま巻いていけますんで、これかんぴょうとかこういう汁気のあるものはペーパーなんかでこう最初に汁気を切ってあげると太巻きが崩れにくい。こう一手間加えてあげると綺麗に巻きやすいですね。あと俺しいたけ、人によってはジンガサーとか言ったりするんですけど、しいたけですね。干ししいたけを炊いたやつ、炊いたの売ってると思いますし、自分で炊くなら水から戻して、で醤油と酒とみりんと砂糖で味をつけていただければって感じですね。でしいたけも、汁気が多いんで、かんぴょうと同様にペーパーで、汁気切ってでまとめておくと。きゅうりは細くそのままこう縦横で4分割にする人もいるんですけど、千切りみたいに細くした方が使いやすいですかね。きゅうりも汁気が多いんでペーパーで水分取ってあげてください。結構太巻きはみんな時間経ってから食べるから、きゅうりとかそのまま入れとくとビチャビチャになるんですよね。なんで結構強めに絞ってで置いてあげると。あとこれガリね、ガリも細かく切って入れてあげると結構酢飯と魚介のつなぎになるというか、そうですね、そんなにいっぱい入れなくていいんですけど結構いい働きしますね。はい、材料こんな感じです。卵、カニ、ガリ、エビ、かんぴょう、きゅうり、しいたけ、おぼろ。そしたら巻いていきます。巻くときは海苔ね。海苔これこの大きさの前傾の海苔、2枚用意してもらって、で使うのは大体1枚半、で、海苔ってこっちに目が入ってるんですよ。縦と横で分かりますかね、ここの横の線。これをこっち向きで使うのが正しい使い方っていうか、たまにねこっち向きで使う人いるんですけど、目が逆で気持ち悪いです。なんでこっちが正しい目だよと。シャリ。シャリは普通の酢飯ですね。太巻き巻いていきます。太巻き巻くときは、巻き酢用意して、海苔、これさっき用意した1枚半分、これをここでちょっと、ここはね最初はご飯粒でつないじゃいます。で、この上にご飯を伸ばしていきますと。
でシャリ触る際は鉄とかね使うんですけど、水で軽く濡らしてあげるとご飯が手にくっつかないんで、濡らしながらご飯伸ばしていってください。こんな感じでね、上から海苔の上の方から順に伸ばしていってあげると、でご飯の厚さは均一になるように、これね人によってはここだけ厚めに置く人いるんですけど、均一に伸ばした方が沸きやすいと思いますね。ご飯取って伸ばしてって感じで、これ繰り返して伸ばしていきます。はい。でこんな感じで全体にご飯が伸びたら、具を置く前に最初にこの巻きすの下とこの海苔の下を合わせてあげるんですよ。具をのせてからだと海苔が切れて動かせないんで、最初にこれだけ忘れないように。でこっから具のせて巻いていきますと。先はねこんな感じでちょっと巻きすからはみ出しちゃってても巻けるんで気にせずやっていきましょう。で具は置く順番適当で大丈夫ですね。適当にこのね海苔のこんな感じ、真ん中よりちょっと上あたりに置いてあげると多分中心に来るのかなと思いますね。卵、きゅうり、カニだとか、でガリ入れたりなんかして、で特に具を置く順番とかは決まりはないと思うんですけど、どうなんですかね、お店によってそれぞれ決まりがあると思うんで、そうですね、これが正式なやり方だよみたいなのは特にはないですよね。太巻ききれいに巻くコツはここの芯、この具をなるべく丸く最初に盛り付けてあげるっていうことですかね。ここの具が縦長だと巻いた時にきれいに丸くならないんで、最初にしっかり形を決めてあげるっていうのがポイントですかね。そうですね。あとなるべく同じ色の食材は離しておいてあげた方が綺麗に見えるかななんて、断面がですけどね、海苔の端をここに持っていくように巻いていくんで、巻きすごと持ってこうやって、でここで一旦ちょっと力を入れて締めてあげる。こんな感じですね。でこっからぐるっと返して、で巻き込んであげると。横から見るとこういう形ですね。横から見るとこういう形だから、卵が横になってると綺麗なんですよね。で大体具が真ん中に来てるの見えますかね。で、ここで最後ギュッと締めてあげる。そうすると、太巻きがこういう形になって、でこっから最後端がどうしてもご飯がはみ出すんで、ここをちょっと押し込んであげる。さらしとか布巾とか濡れたの使えばくっつかないんで、押し込んであげると、なんていうのかな、最後に端の緩みが抜けて結構綺麗な
どうしても太巻きって端がスカスカになるんですよ。それがこう押し込むと結構締まりのある太巻きになるというか。はい、そしたら太巻き切っていくんですけど、太巻き切るときはなるべく長い包丁の方が切りやすいですね。濡らしたさらしかなんか用意してあげて、包丁濡らしてあげると結構綺麗に切れますね。包丁が乾いてると包丁にご飯がくっついてあんまり綺麗に切れないので。太巻きは大体8個に切ることが多いですね。だから真ん中で切ってで真ん中取っていくと8個になるんで、8貫で切ることが多いですね。真ん中で切ってあげて、で切るたびにこう包丁をさらしで拭いてあげる。この端と端を内側に持ってきてあげると盛り付けた時に綺麗に断面が映るんで、あとはもう半分を取っていくだけですね。結構ね、上から見て半分だと思ってもこっち側で半分に入んないことが多いんですよ。なんでそこだけ意識してあげて綺麗に半分に切れるように。で全部切り終わるとこんな感じですかね。こんな感じになってると思うんで、これはもう人によりけりなんですけど、切るとどうしても形が崩れるじゃないですか。で最後もう一回ね巻きすで締めてあげると、比較的綺麗になりやすいよと。あと器に盛り付けて完成ですね。こんな感じで適当に器に盛り付けてあげて、で完成と。はい、こんな感じでいかがでしょうか。太巻きの完成です。はい、これが本当の回転数。